こんにちは、アンナスです。今日は、私がよく使っている刺繍道具の紹介をしたいと思います。何年か前にも紹介したことはあるんですけど、そんなに変わってないんですけど、最低限これだけを集めればいいですよっていうものがあるので、まずそれを紹介して、その後ちょっとよく使っているものとかっていうのを紹介しようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では道具の話をしたいと思います。まず、刺繍を始めたいなと思った方がとりあえず揃えなきゃいけないものっていうのを今ちょっと画面上に置いています。針でしょ、で枠、ハサミ、これはお家にあれば糸切りバサミはなくてもいいかな。あとトレーサーもボールペンで代用できるので、とりあえず急ぎではいらないです。でチャコペーパーはいるんですけど、チャコペンがあった方がいいかな。あと図案と布ですね。本とかなんか買ってもらって、私の本です、これは。本と布は必要ですね。だから針、これ針なんです。針が入ってますね。とりあえず針と枠と、それからチャコペーパー、あとお家にあれば糸切りバサミと、ボールペンで代用できるっていう、この12345 6で7、8ですね。これだけあれば割と何でも作れます。なのでまずこれを揃えてください。だからね、最初にそんなに多分お金かからないと思うので、私はいつも言ってるんですけど、100円均一だとあんまり良くないのがあるんで、針は消耗品です。錆びてきたりするから、針はね、いいの使ってください。これ日本製です。海外製もちょっと難しい時があります。なんでかっていうと、英語とかフランス語とかで書いてて、読めない、説明書が読めないみたいな時もあるので、日本製が私はおすすめです。でチャコペンはできるだけ細書きの水で消せるタイプがいいですね。で刺繍枠はこれ刺す時に使うやつなので、私は8センチ愛用してます。大きい10センチとかでも大丈夫で、チャコペーパーっていうのはどういうものかというと、こういう風に、これなんか厳重に入ってるんですけど、私がよく使っているクロバーのチャコピーっていうのは、青いのが2枚入ってて、で赤いのも1枚入ってる。なんか布に合わせて色変えてもらって、で使う分だけちっちゃくカットして使っていきます。大きい図案だったらこのまま使ってもらってもいいですけど、で布は今コットンクロスっていう刺繍用の布を持ってきたんですけど、何でもいいです。目が詰まってれば何でもいい。巾着でも服でも何でも、自分の刺したいものを探してきてもらって、それに刺してください。で図案は大事ですね。自分で絵描かれる方は自分で描いてもいいし、本買ってきてもらってその中の本の図案をやるっていうのでもいいと思います。私の本にも一応基本的にはこれぐらい揃えてくださいみたいなのが写真が載ってるんですけど、今と一緒ですね。でこれチャコペーパー切ってありますね。これは自分のやりたい刺繍の図案のサイズ、この図案だったらこれぐらい、ちょっと大きめぐらいにカットして使いますっていうのが最低限必要なものになります。で少しずつ上達してきて、なんかあれやりたいこれやりたいがいろいろ増えてきたら、例えばハサミはね、結構収集している人が多いですね。これ大きい方は布切ったりとかしてます、私は。でこれはね、なんかここがシリコンの加工になってて、これ全部イタリアのメーカーのやつなんですけど、
これも先が短くて使いやすいですね。こういう風にいろいろハサミに凝ってみたりとか、あとよくね、私はこれ7センチ、違う、7号しか入ってないんです。最初はもういろんな、とりあえず1本取りから6本取りまで全部入ってる取り合わせっていうのを買ってもらうといいんですけど、あんまり使わない針結構出てくるんですね。で、私はよくやっぱ 2,3 本取りがよく使うので、7号の針をたくさん多めに買ったりとか、針って錆びてきたり折れたりとか消耗品なので、ある程度使ったら新しいものを買ったりとかしてます。そして、布が黒い時、黒い布に刺繍したい時はこういう白のチャコペーパー、ちょっと光ってますね白のチャコペーパーを使ったりとか、あとこれちょっと芯が黒いですけど、白のチャコペンがあるんですね。チャコペンはペンのものとそれからシャーペンのものがあるんですけど、私はシャーペンの方が結構使いやすくて、ペンのやつってインクが特殊なのかわかんないんですけど、書いてから2秒後に出てくるみたいな商品が結構多くて、それがね、私には性に合わなくてせっかちなんで、なんかこう書いてすぐ出てこないとあれって思って何回も塗りつぶしちゃうんですよ。そしたらどんどん線が太くなってしまうので、シャーペンを使ってます。シャーペンはこれはパッチワーク用なんですけど、結構使いやすいので、そうなんか黒いものに刺繍するのってやっぱちょっとハードルが高いので、刺すのがね難しいんですよ。難しいというかやっぱ目が粗くなってしまうので、まず最初は白い布に刺繍した方がいいんですけど、だんだん黒いのとかやってみたいなって思う場合はこの白セットを準備するといいです。あとかなり余談なんですけど、私が愛用している消しペンですね。普通にお水で消せるんですけど、例えば図案を間違えた、ここになんかお花の図案があったのにやっぱりこれなくしたいなここまでいらない、もうちょっと刺繍無理っていう時にそこだけ消せるっていう優れものです。これなんかお水で消せばいいんですけど、お水で消すとジュワーってこうねにじみますよね、布に。だからそしたら必要な図案まで消えちゃうので、そういう時とかにこう使ったりとか、めんどくさい時に水汲みに行くのめんどくさい時にちょっと終わりに最後ちょっとこれで消したりもするんですけど、あれば便利、別になくてもいいっていう商品ですね。あと刺繍糸は必要ですね。刺繍糸最初に紹介しておこうと思って忘れてました。あとこういうスマプリっていうシールになっていて、これ使い方は別の動画でやってるんですけど、それ見ていただいて、ネットで溶かすみたいな、写しにくい図案にも写せますよっていうシール状のものがあったりとか、あとはもう作品に仕立てる時になんかどういうものを使って仕立てればいいかっていうので、ブローチとか、刺繍枠に仕立てて飾ったりとか、あとはこういう巾着とか買ってきてもらって刺せそうなやつだと、ここにもう直接図案写して巾着とかポーチですね、こういうポーチとかに刺したりとか、これはあれです、こういうなんかハンカチみたいな感じになっているので、こういうものに刺繍したりとかっていうのも OK だと思います。だから布をわざわざ買ってこなくても、こういうもうできてるものに刺すっていうのもありです。っていうので、なんかやりだすといろいろ欲しくはなるんですけど、それはどの趣味でもどのねあれも一緒だと思うんですけど、まずは枠と針が必要です。でうちはちょっと宣伝になっちゃうんですけど、こういうものを売っていまして、トレーサーとこれ綺麗ですね。私さっき紹介したのはちょっと私物だったんで、チャコペンと針と枠とハサミが入ってますね。
最低限。これにあとちょっとここに入らなかったんでセットには入っていないんですけど、チャコペーパーを買ってもらえればもう完璧です。っていう道具はこの最低限1,2,3,4,5点セットぐらいあればいけます。これ色違いで黒い箱もあって中身は一緒なんですけど、こういうのもありますっていうことで、分かんない人はもうこれとりあえず買ってくださいみたいなものもあります。っていうことで、はい、刺繍枠とハサミと針は必ず必要ですねっていう話でした。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。